こんにちは、斉藤直樹です。今回はいい感じに線画を描く方法を伝えちゃいます。関連する質問紹介しますね。10代猫ペンさんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。いつも動画拝見させてもらっています。とても絵のためになる動画ありがとうございます。早速ですが質問です。前の動画、アプライドフォースの回で、顔のバランスはその他の技術全部捨てても整えて、とおっしゃっていました。ですが私は当たりの時点から輪郭が描けません。描けるにしても、そんなことはごくたまにの話で、しかも私が望んでいる輪郭じゃないケースが多いです。そして輪郭に続いて目も描けません。どんなに上手い S さんの描き方を参考にしても、どういうことか描けません。これは描き方が間違っているのでしょうか？私の友達は楽々こなしており、なんだか嫉妬で負けた感じがしたり、友達よりももっともっと上手くなりたいという気持ちになります。だから夜に辛くて泣いてしまったりしています。私は将来プロのイラストレーターになりたいものですが、ここがどうしても乗り越えたいところです。まだ子供ですので、まだまだ成長できるところですが、何かがおかしいと思うくらい上達しません。原因が何なのか突き止めてくださると嬉しいです。長文失礼しました。ここまで読んでくださりありがとうございました。2025年も頑張ってください。そしてお体お大事にしてください。はい。ということで猫ペンさんご質問ありがとうございます。思ったような輪郭が描けない、描き方がわからないっていうことなので、顔周りのね、描き方について紹介していきますね。で、今回紹介する描き方は、誰が描いても 120% 自分の実力を引き出せる方法です。今回はね、見やすさを考えてデジタルで作画していますが、アナログであっても同じやり方ができますので、同じ悩みを持っている人はね、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速行ってみましょう。確実にうまく描く描き方、解説します。まず、女の子のイラストを描いてみます。後で男の子の絵も描きますが、まずは一旦ご覧ください。まず、第一段階です。僕は絵を描く前に、すごくちっちゃくミニキャラっぽいラフを描きます。どんなアングルで、どこに視線を向けているのか、頭の中で整理するためです。はい、こんな感じ。もう本当に適当でしょ？このぐらい適当でいいので、最初にこういう絵を描こうかなっていうのをちっちゃく描いてみましょう。これを作っておくことで、後々方向性を見失わなくて済みます。そしたら、第2段階。第1段階のちっちゃい絵を隅っこに置いておいて、今度は今描いた絵を大きく描いてみます。この時には、たくさんのことは意識しません。ただ単に目の大きさ、顔の傾き、目線など、大まかなことだけ意識しつつ、顔のあたりを取っていくようなイメージで描いていきます。はい。こんな感じ。はい。そしたら、次は第3段階です。今描いた絵を薄く透かして、より詳細にイメージを描いていきます。アナログだったら、新たに紙を重ねて、さっき描いた絵を薄く透かしながら描いていくと良いでしょう。今度はね、さっきよりもちょっとだけ表情をつけながら描いていきます。まつげなども描いて、より目線を意識したり、口角を上げてにこやかな表情を作ってみたり、あとは輪郭もね、単なる丸ではなくて、少しシュッとさせたりでしょうか。はい。さっきよりもちょっとだけ表情がつきましたね。でもね、まだまだ理想には程遠いですね。はい。どんどんいきますよ。次は第4段階。今描いた絵をさらに薄く透かして、また次を描きます。さらにさっきよりも詳細にイメージを詰めていくような感じですね。目の大きさをさっきよりもイメージに近づけつつ、口元の笑みもニュアンスを細かく調整します。あとは右上の小さなラフと見比べると、ちょっと顔の傾きが足りないような感じがするので、回転ツールを使って顔の傾きを調整しつつ、ほっぺたにね、斜線を入れてみて赤みを表現したり、あとはね、簡単に髪の毛を追加したりして、より可愛さにフォーカスしていきましょう。さあ、まだまだいきますよ。今描いた第4段階を薄く透かして、第5段階目を描いてみます。輪郭はもうちょっとシャープな感じにしたいので、線を少しだけ内側に描いていきます。はい。描くたびにね、この線はもっとどうしたらいいのか、どういうイメージに近づけたいのかを考えて、理想のラインを探していくように変更を加えていきます。そのまま描くんじゃないですよ。理想に近づけながら変えていくんです。目ももっと可愛さをアップするためには、まつげを太くした方がいいかもしれませんね。二重まぶたなんかも描き加えて、艶やかさも加えていってもいいです。はい。口はですね、結構描くのが難しくて、ちょっとしたライン取りの違いだけで、ニュアンスが随分違ってしまいます。なのでこんな風に、何度も何度もラインを引き直して、理想の表情になるように描き直しを重ねることが多いですね。もうあまりにもね、理想通りにならない場合には、このように左右反転して、改めて口の形を描いてみるのもおすすめです。一
人それぞれね、手癖が染みついていることがあるので、描きにくい角度だといつまで経っても理想の線が描けない場合もあるからです。左右反転するとね、嘘みたいに理想の形がスッと描けちゃう場合も多いですね。はい。目の中に光などを入れつつ、今度は髪の毛もより詳細に描いていきましょう。さっきは髪の毛の流れの方向だけ描いていきましたが、今度は毛束の重なりなども意識しながら理想的なサラサラヘアに近づけていきます。さあ、ちょっとここはアナログの人ごめんなさい。デジタルのみで可能なのですが、このようにちょっとだけ全体を変形して顔の歪みを調整するのもありです。これはですね、ほとんど全員そうなんですが、手癖や目の捉え方の癖によって顔が一定方向に歪んでしまう手癖を誰しもが持っています。僕の場合には右側に向かって傾いてしまう癖があるので、ちょっとだけ左上に伸ばしてあげるとちょうどいい形になるっていう場合が多いですね。はい。変形もうまく活用していきましょう。さあ、最後の段階です。今までのが下書きと捉えるなら、次は聖書のような段階ですね。今書いてきた下書きをさらに透かして、今度はイメージそのままに階層感を高めていくように絵を描いていきます。まつげの濃さはこのままでいいのか、目に入るハイライトや影の濃さはこれでいいのか、より細かい部分を意識しながら絵を描いていくイメージですね。さっきまでの絵は結構ね、雑めに描いていきましたが、最後は線の太さや細さにまで気を配りながら、より丁寧に描いていきます。輪郭線は太めに描くが、ほっぺたの赤みを表現するラインは細く描くだったり、目の上のまつげはしっかり太く描くけど、下まつげのラインは薄く描くだったり、T シャツと肌の隙間の影は濃く描くけど、陰影や布のシワを表す線は薄く描くだったり、最後はね、そういった細かい点にも気を配りながら線を仕上げていくような感じです。普段はね、色付けなどを前提にしているので、僕は陰影を線によって表現することはあまりしないのですが、今回はね、アナログで鉛筆だけ、ペンだけで再現可能なことも考慮しているので、あくまでシンプルな線だけの描き方を解説しています。こんな風に線を何本も重ねていくことでも陰影は表現できますね。はい。といったところで、まずは女の子のイラストで思い通りに輪郭、そして目、人物の全体像を描いていくやり方を解説してみました。ポイントの解説。今の書き方で大事なのは、最初は大まかな状態から何度もトレースを行っていって、そして自分の理想ににじり寄っていくような工程です。今書いた数段階のラフ、並べてみるとこんな感じです。どうでしょう？初めから上手いわけじゃないですよね。むしろ最初のラフなんて、誰でも書けるような簡単なものです。決してね、この輪郭が僕の理想の輪郭ではありませんし、目もね、全然違います。ですがそこから何度もトレースを重ねながら、自分が目指す理想形にブラッシュアップしていく過程で、どんどんイメージを膨らませるように描いているのがお分かりになると思います。これです。この工程こそが、猫ペンさんが悩まれている、思い通りに輪郭が描けない、思い通りの目が描けないというお悩みを解決するためのキーポイントなんです。思い通りに描けない、形が違うって悩んでいる人は、僕がやった最後のブラッシュアップ、丁寧にね、描いていく段階や、影付けの段階にすぐにね、進んでしまう人なんです。思い通りの形がまだできていないにもかかわらず、いきなりね、仕上げ作業に入ってしまうので、それをね、どんなに丁寧に仕上げても、丁寧に描いた微妙な絵が出来上がってしまうっていうわけなんですね。猫ペンさんの友達はね、楽々いい絵を描いているっておっしゃっていますが、もしね、猫ペンさんから見て、すごく上手で魅力的な絵が描けているのであれば、絶対にね、この工程やってます。何度もトレースをして描き直すという工程。僕はね、今回7段階やりましたが、人によっては10段階、20段階、30段階やる人だっています。何度も書き直して理想ににじり寄っていく。そうなんです。この工程はまるでほふく前進です。ですがね、確実に自分の理想に近づいていく方法なので、このやり方をすればね、確実に絵は良くなります。猫ペンさんから見てね、友達は楽々やってるように見えるかもしれませんが、裏ではね、今やったようなほふく前進やってるってことです。それでもね、楽々楽しそうにやってるように見えるのであれば、友達はね、このほふく前進が好きなんだと思います。もう泥だらけになりながらね、ニコニコしながら、もっといい絵になれ、もっといい絵になれってね、じりじりと前進している可能性はありますね。男の子を描いてみる。
はい。一度では分かりにくいかもしれませんので、次は男の子も同じように書いてみましょうか。まずは第一段階、小さな適当な楽を書いていくでしたね。ちょっと見下した目線で、こちらを冷ややかに見てくる男の子を書いてみようと思います。この段階でね、うまく書く必要はありませんが、経験的にね、こういうちっちゃい適当な絵って、女性の方がね、いい感じに可愛く描ける傾向にあるような感じがしています。僕はね、あんまりいい感じに描けないので、いつも悔しいですね。さあ、第2段階。今描いたちっちゃい絵を引き伸ばして大きく描きます。この段階で意識したいのは、目線とか体の傾きとか、大雑把な部分だけ。髪の毛もね、描いても描かなくてもいいです。僕の場合には前髪数本だけ描いていますね。はい。このぐらいのラフで、この段階は大丈夫です。さあ、さらに薄く透かして第3段階です。第2段階で描いたラフに肉付けしていくように、キャラクター像をより具体的にしていきましょうか。目を切れ長にしつつ、より冷たい目線を向けていることを強調したり、鼻筋を入れて、小さな子供ではなく、より大きな少年であることも意識し始めます。首にね、筋を入れても年齢感を上げることができますね。さらには髪型もここで大まかに決めてしまいましょう。真ん中分けで、ちょっとバサバサっとラフな感じの髪型にしましょうかね。はい。こんな感じ。さて、だいぶ印象が固まりましたが、最後に行くまでにもう一段階挟みましょうか。さっきも言ったように、より理想とする絵に近づくためには、より多くの試行錯誤を繰り返すのが非常に効果的です。もしね、理想とするような輪郭が描けない、目が描けないというのであれば、単純に今僕がやっているような試行錯誤ができていないからです。何度も何度も修正を繰り返せば、どんどん理想に近づいていきます。単純にね、理想にピタッと重ならないまでも、絶対に近づいていくことはできるんです。見ていて気づくと思いますが、僕はブラッシュアップを重ねるたびに、少しずつですが、線をずらして描いているのがわかると思います。輪郭を前の段階よりも少しシャープにしてみたり、目の位置を上下に調整したり、まつげの角度を変えて、つり目気味に調整したり、口の表情を試行錯誤したり、描くたびにね、より良くしようって思ってトレースを繰り返しているんですね。これを繰り返せば、誰しもが今持っている実力を引き出せるはずなんです。たまたまうまくいった。たまたま描けなかった。という運頼みではなく、実力で描けるということなんですね。さあ、最後の段階に入ります。第5段階ですね。さっきの女の子はもう少し工程を重ねましたが、特に何回トレースしなければいけないと決まっているわけではありません。あくまで回数は描いている人の理想に近づけたかどうかによって左右されます。2、3回でね、理想に近づける時もあれば、20回書いても全然近づけない時もあります。その辺はね、もう自分の得意不得意による部分がありますが、いずれにしろ何度も工程を重ねることによって、よりよくは確実になっていくっていうのが大事な部分です。はい、最後の工程に入ります。最後の工程は、先ほども言ったように、線の太さ、細さ、密度や線の重なりも意識しながら見栄えをよく整えていきましょう。意外とですね、線をことさらに綺麗に描いていこうとはせず、黒の濃さだけに着目しながらペン入れしていっても、最終的には線は荒々しくもいい感じになる場合もあります。はい。ごめんなさい。アナログで再現できるように線だけで描いていくといいと言いましたが、途中でね、ちょっとめんどくさくなってグレーで塗っちゃいました。ただね、この部分もコピックや透明水彩で再現可能だと思いますので、はい、ご了承ください。グレーで簡単にさっと塗るだけで密度がアップした感じが出ていいですね。線だけで陰影表現するのはちょっとね、面倒なんですね。はい。といったところで男の子のイラストも完成です。はい。男の子のイラストもラフの段階から並べてみるとこんな感じです。最初はね、結構適当なラフでしたが、トレースを重ねることによって徐々に理想のイメージに近づいていくのがお分かりいただけたと思います。はい。といったところでいかがだったでしょうか？今回の動画を見てね、そんなに何度も書き直すんだ、めんどくさーって思った人もいるかもしれませんが、はい。その通りです。理想の絵を描くことってね、めちゃくちゃめんどくさいことなんですよ。確かにね、周りを見渡してみると、あたかも楽しそうに、楽そうに、すごい絵を描いている人いますが、それはね、その人が今日紹介した工程を、もうあなたがね、めんどくさいって思った工程を、ただ単純に楽しいと感じているだけのことなんです。めんどくさいことをやってないわけじゃないんです。はい。今日紹介したのは、絵が上手い人が自然とやっていることのほんの一部でしたが、さらにこんなことも絵が上手い人は自然とやってるんだよっていう意外な事実を紹介した動画。要チェック。絵が上手い人、これができていますもおすすめです。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。